JR 七尾線の七尾駅。七尾駅到着の直前に大きく左カーブをするが、明治31年七尾線の前身七尾鉄道開業当時は左カーブをせず、まっすぐ七尾港の方へ向かっていた。廃線後、線路を撤去した上で道路に変えられているが、今でもそのルートがはっきりと残っている。鉄道現役時代は民家が少ない田畑の中を走っていた様子。大正14年、現在の位置に七尾駅ができた頃に廃止になったと思われる。正面行き止まり、民家が建つ場所に初代七尾駅があったそう。初代七尾駅裏手には現在の七尾駅と七尾港を結ぶ線路が敷かれていた。線路跡は広い道路に生まれ変わっている。昭和59年の廃止まで七尾港線として貨物列車が走っていた。この辺りで七尾鉄道時代からの線路と合流する。左側には戦前大日本人造肥料の大きな工場が建っていたが、現在は住宅地に変わっている。大正14年に廃止された先ほどの線路跡とは異なり、広くてきれいな道路にもかかわらず、民家が道路に背を向けて立っている。これこそがこの道路が線路だった名残。渡ることのできない線路側に玄関を設ける家は稀だろう。道路側に玄関がある家は線路が撤去され、この道路ができた以降に建ったと思われる新しい家。この先の芝生の空き地が始発駅があった場所。明治37年、七尾鉄道時代は矢田新駅。明治40年に国有化され、大正6年からは七尾港駅。昭和4年まで港から能登半島各地へ船を利用する旅客も利用したそう。駅跡近くには七尾鉄道発祥を強調したモニュメントが設置されている。通りの多い道路から外れた場所にあるが、七尾港線で活躍した C56 型蒸気機関車の車輪とナンバープレートのおかげで、遠くからでも鉄道関係の日であることが一目でわかる。車輪とナンバープレートだけでも SL の存在感ってやはり大きいな。七尾港駅から先は第一不等行きと第二不等行きに分岐し、それぞれに停泊する船や倉庫へ荷物を受け渡ししていたよう。第二埠頭へ向かう途中、
なぜか片側車線にだけ踏切の一部が残っている。あるいはもともと一車線の狭い道路で廃線後にもう一車線分拡張されたのだろうか。注目すべきはその形状。町道線路が一車線から二車線へ分岐する部分。第二埠頭へは線路二車線分が敷かれていた。そしてその2車線に挟まれるように立っていた倉庫が現在も使われている。第二埠頭とは逆方向に分岐する線路も存在した。第二埠頭内で車線をまたいだ移動をするための引き上げ線か、あるいは昭和3年頃の地図に貯木場と記載があり、木材を運ぶための線路だろうか。複線の立派な線路がそのまま残る。今でも貨車が行ったり来たりしていそうな雰囲気。七尾鉄道開通の3年後、明治34年に対岸のウラジオストクとの航路が開通。明治40年には樺太と韓国とも航路が開通した。終戦直前、七尾湾に多数の機雷が投下され、終戦直後には矢田新桟橋を出港した第二のと丸が機雷に接触。28名が亡くなっている。昭和22年に指定貿易港、26年重要港湾、27年には機雷の除去が完了。平成15年、全国初の LPG 液化石油ガス備蓄基地となった。七尾線に付随した一貨物専用線では片付けられない存在の七尾港線。七尾港を発展させようとする明治の人々の思いが詰まった七尾鉄道の面影は現在も静かに残る。